皆さんこんにちは。 DKTV へようこそ。さあ、シビックタイプ R FL5、はい、バージョンアップ。バージョンアップしました。この前のね、ST のさ足で、でした76だとめっちゃ乗り心地いいんだけど、はい、上級者がタイムアタックするサーキットをね、はい、その時にちょっと物足んないかな。そうですね。でそこで、はい、バネレートを上げたいと思います。はい、9キロ8キロ、9キロ8キロ、前後とも2キロずつね、上がって、はい、アップしました。それでどうかと、はい、引き続きタイヤはミシュラン。2年以上待ったリアウィングがようやく来た。来ましたね。これはねもうモデューロではい1年以上俺がモデューロの開発部隊と一緒に作り上げたリアウィングは、はいはい、おそらくシビックの FL5 タイプ R はサーキットを走る人が多いだろうと、だからストリートだとリアウィングでいいんだけど、はい、サーキットで、万が一だよ、はい、リアが出た時なんかちょっと嫌だな、リアが軽いなっていうのがあったの、それ国際サーキットね、はいはい、これはねちょっとそういうサーキットを走る人のために開発したのがモデューロのリアウィング、はいはい、こうギザギザついてるんだけど、はい、あれをつけるとね国際サーキットで割と安定したの、それをねようやく来た。もう2年以上待ったからどうせいつになるか分かんねえだろうと思ったんだけどようやく来ました。ということで、はい、最終的にはこのミシュランで何秒出るか、12D に変えて何秒出るか、でリアウィングつけてどうなるか、これを今日ねこのバージョンアップバージョンを皆さんにご覧いただきたいと思います。なんか KW が横浜に出店したらしいじゃない。横浜に新しくちょっと建物を建てて、橋本コーポレーションと KW ジャパンちょっと共同なっていう形なんですけど、もう一般のお客さんとかも受け入れできるようなちょっとガレージを作ることができまして、それはいいね。もともと京都にはあったんですけど、ちょっと関東方面にはなくて、で今回土屋さんのこのスプリング交換もそこでちょっと対応させていただいて。いつできたの？建物が建ったのはもう今年の初めの方、年末から年始にかけてやっと完成したなって感じなんですけど、まだちゃんとオープンっていうにはちょっとショールームがまだ出来上がってなくて、もう受け入れは一応できるんですけど、いつからお客さんは来ていいの？一応4月以降からは、アナウンスをちゃんと始めたいとは思ってます。いいね、それはいいね、KW 横浜店、4月オープン。4月にはちゃんとショールームを作ってオープンしたいなと考えてます。またアナウンスしますので、これはうちの G ベースと一緒だな4月オープン、縁起がいいね。縁起がいいですね。ということです。手でも測る。分かりやすい。さあ本日の DKTV は FL5 シビックタイプ R のバージョンアップです。 KW の ST をバネレート上げました。乗り心地悪くないよこれ。ダンパーはフルハードから3戻し、サーキット仕様ですね。サーキット走るときはだいたい、この前もそうですけどね、この前バネ柔らかかったんでフロントだけフルハード、今回はバネを上げたので3戻しにしてます。サーキット走るときはこっちの方がバネは絶対いいよね。 ST だと本当に乗り心地いいよね。質感もあるし、だから普段本当にこうサーキットで遊ぶんだったらミシュランで全然いいよね。十分本当分かりやすいよね。インフォメーションがしっかりくるからさ、フロントもリアも楽。タイムアタックするんだったらね、052とかさ 12D とか RE71RS とかねあるけど、それ以外はミシュランだったら本当なんか1日走って帰れるもんね。車って楽しいよね。本当楽しいよ。
もう AE86 もそうだしトヨタ86もね、どんどんこう毎年バージョンアップしていきます。こっからどうやっていくかっていうと、ボンネットだったりサイドステップだったりっていうね、そういうのに行くんじゃないかな。まずはやっぱり足を決めたいよね。足はね重要。僕の場合はやっぱりサーキットはたまに遊びに行くっていう、だからストリートがメインなんですよ。ストリートの乗り心地がまずどうかっていう、そこからサーキットに行って遊べてタイムも出せてっていう足が理想ですね。そういうのを目指していろいろね、86の時からそうですけど、どこどこの足ってこういろいろテストして今に落ち着いてるっていう感じかな。この FL5 もそうですけどね、いろんなショップさんの車乗るから、そうするとなんか KW がいいぞみたいな感じで、僕も今 KW で絞ってやってますけどね。今日は気温が23度だからね、タイム的にはどうかな。23度だからタイムは上がんねえだろうな。コーナーやっぱ全然いいよ。バネレート上げたらそのロールスピードもそうだし、ロールストロークもそうだけど、やっぱいい。もう一周行った方がいいかな。やっぱね、パワーのある車もそうだけど、ない車もちゃんと駆動系に熱を入れた方がいいですよ。いい感じだよ、やっぱバネ跳ねないね。跳ねない全然跳ねない。いい感じ。これはいいぞ、このバネ。普段も乗れる。サーキットも行けるし、ストリートで乗り心地を失ってないから、これはいいと思う。じゃあそろそろ行ってみますか。おい、いいよこれ、この足。
この足いいぞ。結構いいこれ。これはいい足だ。扱いやすいよこれ。これいいな。バネ上がってるんだけどしっとりしてる。全然いい感じ。これどうだろうな、 BS 入れてこれでなんかいけちゃうような気がするんだけど。さあそれでは 12D 入れてみますか。はい。タイム的にはですね、前よりは少し落ちてるんですよね。混んでるもん。混んでますよね今日ちょっと。全然混んでるクリアが一回も取れない。フィーリングどうですか？フィーリング全然いいよ。いいですか？全然いい。硬くもなく、硬すぎずもなくって感じですか？全然いいよフィーリングは。前よりはなんかしっかり感あります。あとはもうコースの問題ですかね。もうクリアが取れないから今はそれはしょうがない。タイムは一応コンマ4落ちてるのかな。前は16秒1だったからコンマ3か、今16秒4だったので今回全然だってあの渋滞の中走ってコンマ3落ちだから全然問題ないよ。そうです。全然いい。あとはもうタイヤ変えて、そうそうそう、それでいこう。了解です。さあそれではタイヤを変えていってきます。何秒上がるかね。先ほどミシュランのパイロットスポーツ 4S で大渋滞の中抜きながらで、前のクリアラップよりコンマ3秒落ちぐらいだから上出来だと思いますよ、足としては。で今9キロ8キロバネ上げてね、ちょっとオーバーっぽい感じ。フルバケいいな。9キロ8キロミシュランパイロットスポーツ 4S でややこう後ろが巻き込むような感じ、ちょいオーバーステアっぽい。好きな人はこれでいいと思う。で後ろ安定したいんだったら9キロ9キロにするとかねのでいいと思う。ダンパーは一緒です。フルハードから3戻し、フロントもリアも。タイヤがブリヂストン 12D、 これで何秒出るか面白いよね。ミシュランももう半年使ってるでしょ。納車してからずっとタイムアタック走ってますからね。あんまり劣化しないんだよねミシュランってね。タイムアタックするんならやっぱりこういう日本のハイグリップタイヤでタイムアタックはいいと思いますよ。ただ楽しみたいなっていう人だったらミシュランパイロット 4S で全然楽しめる一日。そういう使い分けをねしていけばいいんじゃないかなと思います。リアが 1.78、 フロント 1.87、 一周、気温が高いからね20度ありますからね今ね。
この状態で1周で内鬱上がるかな。どうなるかな、何秒上がるか。だから今日ねめっちゃ多いんだよね、台数。あったかいからみんな来るんだろうね。さあどうでしょうか。ブリヂストン 12D です。グリップするな、やっぱギュッとくるもんね、ステアリングにね。まあタイムアタックするときはこういうタイヤだよね。 1.89 次いけるか。足はいい感じだな、これ ST でいけそうだな。1.89 リアも 1.8 いい感じ。次行ってみよう。前詰まっちゃうな。まあしょうがないね、みんなで走りに来てるんだからね。1.95 まで来たな、フロント。いい感じだぞ。いい感じ。足もタイヤもめっちゃいい感じ。もう10キロ9キロにする必要があるかどうかだよね。この9キロ8キロで今すごくいい感じでこうターンインにしても後ろが巻き込んでくれるから楽。そこを利用できる。タイム的にはですね052よりは今ちょっとまだ落ちてるんですけど、まあ混み具合とかもあるんですかね。混んでる混んでる。そうですよね、全然混んでる。フィーリングどうですかね。フィーリングはいいよ。いい感じですか。だから10キロ9キロもやってみたいなっていう気はするけどね。もう1キロずつアップとか、リアのレートの感じはどうですかね。俺は巻き込んで好きだけどね。だから初心者中級者にはちょっと嫌かもしれないね、オーバーステアはね。もうちょっとそういう方はリア少し上げればいいとか、フロントはこのままでとか、そういうのもありですかね。リアウィング変えよう。リアウィング、さあそれでは私たちがモデューロの開発部隊と一緒に1年半かけて開発したモデューロのシェブロンリアウィングです。これね、高速コーナー全然安定するんだよね。一番はやっぱり高速サーキット向け、あと雨の日の高速道路
をやっぱりこう安定して走れるようにね、リアがそういうつもりで開発をしました。タイムっていうよりもね、運転しやすくなったんだよね。安定するリアが、そういうつもりでリアのダウンフォースちょっと欲しいなっていう感じで、雨の日の高速だとか国際サーキットの高速コーナー、中高速で後ろがこう来ないような、そういうつもりでこれ開発してますからね。タイム的には変わんないと思うな。ただミスが減る、リアのこうふらつきがなくなるから。 OK。 さあそれではモデューロのリアウィングシェブロンに交換していってきます。この開発はほんと1年半ぐらいかけてやりましたよ。北海道の高須とか群祭で自信作ですよ。後ろめっちゃ安定する。この後ろの動きを利用するんだよね。後ろがこうしっとりくるね。ほら後ろ結構一発で決まる。これですよ、シェブロンのいいところは。ほらいい感じだね。いやこれなんか欲が出てくるな。10キロ9キロにしてみたい。9キロ8キロでいいんだけどね、これで全然いいんだけど、10キロ9キロがどう変わるかやってみたい。いいやつ 2.5 まで上がってるな。フロントね。リアは 2.1、1.98。これ以上走っても一緒だろうね。ただ周回重ねる人にとってはこのリアウィングは
すごい強い味方になるよ。こうリアが安定するからね。全然いけるなこれ。いやこれでいいんだけどね。これでいいんだけど10キロ9キロ試してみたい。これは不満はないんだけど10キロ9キロどうなるかなっていうのはやってみたいよね。もう1キロずつアップ、うんフロントもですか、リアだけとかじゃなくていやフロントもリアも両方とも、うんはいはい、1キロずつアップ、うんはいはいはい、それもやりたいと、それやってみたいな。どうなるかね、はいはいはい、これはこれでいいんだよ。これはこれでいいんだけど、はいその10キロ9キロにしたらどうなるかなっていうのをやってみたいよね。うんそうですね、ウイング変えて変化ありました？フィーリングだからの変化は。周回重ねると、はリアが安定してるからタイムのばらつきがなくなる、ああはいはい、まあ今日はすげえ台数で混んでるからさしょうがないんだけど、だけどリアが全然落ち着く。ああそうなんですね。やっぱあと違いが出るこう巻き込みも、はいはいノーマルだとこう 1,2 回あるんだけどシェブロンだと1回でこう収まるからさあ楽だよ。あだからミスは少なくなる、はいはい、走りやすいですね。わかりました。スプリングはもう一回じゃあ試してみますか。やりたいね、はい、10キロ9キロで、やってみたいま1キロずつ。わかりました。はいはい。